皆さんこんにちは。今回の動画は以前お話ししていた通り、日経平均の銘柄入れ替えについて9月末に行われますけれども、次日経平均に採用されて大きな買いの需要が発生しそうな銘柄というのを予想していきたいと思います。日経平均の銘柄入れ替えは年2回3月と9月の月末に取引が発生する。除外の銘柄は売り、新規で採用される銘柄は買いの圧力が発生する。日経平均に連動して運用されている資産だいたい20兆円から30兆円弱と推計されますので、それをもとに新規採用、除外のそれぞれの銘柄どれくらい機関投資家からの売買インパクトが発生するのか、今回ご紹介するのは9月末の入れ替え予想となります。それぞれ2ヶ月前ですね、1月末と7月末、これを基準として取得できるデータをもとに銘柄が決定されますので、まだ正式発表はされていませんけれども、現時点である程度予想ができるというお話です。なぜ事前に予想してご紹介しているかと言いますと、もうすでにですね、指数入れ替えを狙ったヘッジファンドなどの動きが正式発表を待たずとも動いてくるからということで、今8月前半ですけれども、正式発表は9月の1週目、週末あたり、そして実際に取引が行われるのは月末最終営業日の引け時点となります。9月の第1週終わり、あるいは2週目の初めに正式発表を待ってから再取りのポジションを構築しても少し遅くなるので、先に予想して大幅な値ざやを獲得したいというような内容ですね。まずは皆さんもご存知の方多いかと思いますが、具体的な日経平均の構成銘柄、決定されるプロセスというのをおさらいしたいと思います。日本経済新聞社が算出している日経平均の算出要領、検索すると皆さんもご覧いただくことが可能なものなんですけれども、この構成銘柄の見直し手順のところ、丸1、丸2、丸3と順番に書いていますが、大きなポイントとしては2つです。1つ目が流動性、そして2つ目がセクターのバランスですね。まず考慮すべきは市場流動性の計測。それぞれの銘柄で計測期間5年を取った上で、売買代金と価格変動率を計測する。価格変動率というのは、売買代金あたりの高値割る安値。この算出方法ですね。要するに、売買代金が多くても、高値と安値がそんなに差がついていなければ、価格変動率というのは小さくなるし、流動性が低いような銘柄、売買代金あたりの高値安値の乖離がすごく大きい銘柄というのは、売りと買いの板で値段が飛んでいるようなイメージ。そういった銘柄は流動性が低いというような評価です。そして流動性の高い銘柄から順番に上位450銘柄を高流動性銘柄群というふうにして、すでに構成されている銘柄の中で450位に入れなかった銘柄に関しては除外というふうになる一方で、まだ採用されていない銘柄の中でランキング75位以内に入るような銘柄は採用がこの時点で決定すると、そのような書きぶりですね。ですのでイメージとしては、流動性450位以下の採用銘柄に関しては除外。逆に未採用の銘柄で75位に入るような約半年間で急激に注目を集めるようになったような銘柄というのは、この段階で採用が決定されるという形になります。そして2つ目のポイントですね。セクターバランスによる採用除外。セクターというのは日経が決めている業種の分類ですけれども、6つのセクター、技術、金融、消費、素材、資本財その他、運輸、公共というような6つのセクターに分けて、このセクター間で高流動性銘柄群に属する構成銘柄数がバランスするように除外採用を行うという形になっています。具体的にバランスというのは450銘柄を6つのセクターそれぞれで分類した銘柄数の2分の1ですね。そうすると450銘柄の2分の1で225銘柄、日経平均の構成銘柄数が各セクターに割り当てられます。この銘柄数に近いような形になるようにバランスを取るという形ですね。そしてその銘柄を選ぶ際には一番最初のポイントで持ち上げた流動性を加味して具体的な銘柄を選定するという形です。2つ目のポイント、セクターバランスによる銘柄の構成ルールについて少し分かりにくかった方いらっしゃるかもしれませんが、現状の日経平均に当てはめてご説明しますと、ご覧のように一番左6つのセクターに分かれている。それぞれの銘柄で1番目のポイントでランクインした
450銘柄の高流動性上位のそれぞれの属するセクターをカウントしていきますと、例えば素材だと87、技術だと103、消費だと117と、そのような銘柄数が含まれていて、それを割る2することで、採用妥当数の6つのセクター合計すると225というふうになりますので、各セクターにおける理想の銘柄数がこちらの列の数字になるわけです。一方で現行採用されている銘柄数というのはこちらも当然合計すれば225銘柄ですので、現在採用されている数と一つ左、理想とされる各セクターの構成銘柄数、これを差し引きすることで、現在の日経平均の構成が理想の数とどれくらい過不足があるか、単純に引き算する形ですけれども、そうすると上から2つ、素材、技術のセクターはそれぞれ銘柄数多い状態になっている。一方で、3番目の消費のセクターに属する銘柄はマイナス22、6つのセクターの中で唯一大幅な不足になっていると。ですので、銘柄、新規で採用されるものを予想する場合というのは、この消費のセクターに属する銘柄で未採用のものというのが非常に有力視されるという形ですね。それでは9月末の銘柄入れ替えについて具体的な銘柄予想ですけれども、まずは除外の方をご覧いただきますと、現状採用されている銘柄ですけれども、先ほど申し上げたように450位を切ってしまうと強制的に構成されている銘柄の中で一番流動性の低い日本製紙464位となっていますので、こちらは除外が有力視されます。そして日本製紙はセクター分類ですと素材に入りますので、この素材に関しては先ほどご覧いただいたように余っている銘柄数過剰となっているセクターですので、これを除外することによってセクターバランスは正常化の方に向かうという形です。そしてどれくらいの売り圧力になるのかというのを計算したのがここから右側ですけれども、日経平均に連動して運用されている資産、だいたい24兆円ぐらいという計算で求めますと、だいたい23億円ぐらいの売り圧力になると。株数を計算していきますと、不動株がだいたい7500万株。これに対して除外の際に売却される株数というのは240万株程度ということになります。そしてこの銘柄の1日平均売買株数というのが60万株程度ですので、今回売却が決定された場合、240万株、これを処理するには、だいたい 3.8 日分の出来高に換算した時のインパクトになると。この数字大きければ大きいほど、銘柄に対する売り圧力が強くなるという形ですね。そしてもう一つ、240万株が不動株に対して何%になっているか。それが一番右側 3% となっていますので、この数字も大きければ大きいほど、はっきり言って日経平均に採用されている限り、その連動して運用されているファンドからは、なかなか市場には出てきませんので、実質ですね、不動株が増えるというようなイメージ、3% の公募を行った時と同じような株式への圧力になってくるかと思われます。そして2番目、流動性順位が445位の日立造船、3番目は431位の DIC となっていますので、こちらの2つの銘柄に関しては時点で載せていますけれども、流動性順位の計算が日経新聞社で行われているもの、多少ズレがありますので、その差で450位近辺割っていなければ、おそらく大丈夫というような銘柄ですが、もしかしたら除外の可能性も否めないと。その時のインパクトはそれぞれご覧いただいていますけれども、この3銘柄の中では日本製紙、除外最有力ですが、インパクトとしては最も相対的に小さいものとなっています。逆にもし日立造船や DIC 除外の対象になってしまうと、事前の予想であまり有力視されていない分、正式発表の際にマーケットでのインパクトというのは気をつけていった方がよろしいかと思われます。それでは皆さんお待ちかねの採用の方の予想ですけれども、こちら、それぞれの項目に関しては、売りと買い逆ですけれども、どれぐらいの株数で需要が発生するか、それに対して1日平均の出来高と不動株、この2つの要素で割り算したときに、どれぐらいのインパクトになるかというのを右側の列で示しています。そうすると採用候補の予想ですので、まずは流動性順位75位に入るような銘柄というのは未採用の銘柄にはありません。最も上位で91位のローム、75位以内の強制採用という基準には達していない。
ですので、2番目のセクターバランスというのを考えたときには、115位に入っている良品計画、あるいは117位の野村総合研究所、この2つの消費セクター分類銘柄というのが非常に有力視されるわけですね。一番右側のインパクト、あるいは不動株に対する比率を鑑みたときには、良品計画の方が1日平均の出来高に対する買い入れ株数が 7.5 日分と、野村総合研究所の19日に対してだいぶ小さいので、こちらの方が比較的採用するにあたって抵抗感なく選ばれるのではないかなと。以前ニトリが採用された時にこのインパクトの日数、だいたい20日程度になっていましたけれども、その際には半分ずつ2回に分けて採用を行うというような措置取られましたので、野村総合研究所の19日分というのは少しそれに近い数字となってくる。もし採用として選ばれた場合には、半分ずつというような措置も考えられるような水準です。おそらく今回採用されるのはこの2銘柄どちらかが有力だと思われますが、万が一ですね、除外の方が上限3銘柄ですので、1銘柄に限らず2、3と増えていけば、流動性順位が上位のローム、ユニチャーム、セクターバランスで見ますと余っている、過剰になっている技術素材ですが、流動性順位を重んじて採用の可能性もあり得ると。事前の予想としてはそこまで可能性見られていませんけれども、頭の片隅に置いておいた方がいい2銘柄かと思われます。ということで9月末に行われる日経平均の入れ替え予想については、ここまで申し上げた通りなんですが、もう一つ先ですね、3月末に要注意となる銘柄、非常に大きな売り圧力が予想される銘柄というのをご紹介したいと思います。3月末の入れ替えですので、来年1月末の基準日となるデータなんですけれども、そんなのは先まで予想できないよというわけですが、こちらご覧いただいているのは、各銘柄日経平均構成割合上位の銘柄ですけれども、1位がファーストリテイリングの 11.22%、2位が東京エレクトロン 7.22%、3位がアドバンテスト、4位がソフトバンクグループと、ご覧のような構成比率になっています。さて、焦点を当てたいのは1番目のファーストリテイリング 11.22% ですね。こちらこのままいきますと、来年3月、銘柄入れ替えの際に大きな売り圧力につながります。どういうことかと言いますと、こちらファーストリテイリングの株価推移と構成比率の変化、7月の頭からご覧いただいていますけれども、緑の棒グラフが構成比率、右軸ですね。7月頭には 10% 程度だったのが、8月の入ったところから 11.5% に迫るような水準。そして棒グラフの中で一つだけオレンジになっているのが7月31日ですね。今回9月末に予定されている入れ替えの基準日となる時点です。この時点で約 10.4% 程度。そして先ほどの日経平均の算出要領にも書いてありますが、あまり構成比率が高くなりすぎる銘柄というのは係数を 0.1 下げていくよというふうに実は書いています。その高すぎる構成比率の基準となっていたのが 11% ですね。ですので、7月末時点で 11% 出していませんでしたので、今回はセーフとなりましたが、もしこれを超えていたら、係数 0.1 下げた数字をかけられる。つまり銘柄にとっては、日経平均連動している機関投資家の運用から、その銘柄を保有している 10% が売りに回されるという形です。実はこのルールが採用されたのが昨年ということで、本当は 10% がこの係数 0.1 下げていくと、あまり構成割合が高すぎるよという本来の基準となる数字なんですけれども、いきなり導入当初から抵触してしまうような基準でルール導入してしまうと、それはその銘柄に対して強制売却かけているようなものになってしまいますので、段階的に 12% のところから下げてきているというような現状です。そして本来のルールである 10% に落ち着くのが来年3月入れ替えのタイミングとなりますので、次の入れ替えですね。この際にはファーストリテイリングが係数 0.1 引き下げになってしまう可能性が非常に高くなっています。今週かなり相場が大幅に下落しましたけれども、株価の線グラフご覧いただきますと、8月5日のところ大きく下がっています。日本の株式市場が歴史的に大きく売り込まれた局面ですけれども、ここでファーストリテイリングの構成割合は逆に急上昇しています。これはどういうことかと皆さんもお分かりだと思いますが、ファーストリテイリングの株価下落よりも
2位以降に合成される銘柄たちの下落幅の方が大きかったので、日経平均の構成割合はファーストリテイリングだけ上がっていったという形ですね。具体的に2位の東京エレクトロンとの構成割合変化をご覧いただきますと、8月5日のところに限らず、7月中旬から東京エレクトロンはもともと 9% 程度あった構成割合、足元では 7% 近くまで下がっています。一方で、半導体関連ではないファーストリテイリングは下落幅が相対的に軽微だったために構成割合としてはどんどんと上がっているというような状態ですね。先ほど構成割合上位ご覧いただきましたけれども、東京エレクトロン、アドバンテスト、信越科学といったような銘柄が並びますので、半導体関連銘柄の難聴がこの後も続くようだと、ファーストリテイリングの比率がどんどんと上がってしまうというような状況になっています。具体的に係数を引き下げられるとどれぐらいの売りのインパクトになるかご覧いただきますと、現状 11.22% ですので、これに 0.9 かけた場合は、想定の売却株数が735万株、1日の出来高平均的には175万株程度ですので、4日分程度の売り圧力。ただし、これで構成比率はまだ 10.1% と、まだ係数引き下げ 10% の基準に達しませんので、さらにもう一段階引き下げられて 0.8 まで下げられると、さらにその倍の数量が売り圧力となる1470万株程度。平均出来高で日数換算すると 8.4 日分とかなり大きなインパクトですね。これでやっと構成比率 10% 以内に入ってくるという形ですので、単純に 11.11% 超えるような比率、これが来年1月末記録していると、係数 0.2 引き下げられる。日経平均連動の運用資産から 20% の保有株売却が発生しそうということで、ご注意いただければと思います。ということで今回は9月末の入れ替え予想と技術的な面で皆さんの中にも気にしていなかったような方いらっしゃるかもしれませんが、こういった頭打ちのルールというのがあるというのをご紹介いたしました。特に乱高下激しい半導体関連の銘柄に1位のファーストリテイリングの構成比率が左右されてしまいますので、もしお持ちの場合はご注意いただければと思います。また相場環境、乱高下非常に激しい1週間でしたけれども、夏のお盆休みということで、皆さんにご相談したい、ご意見お伺いしたいこともありますので、近々ライブ配信ができればいいなと思っているところでございます。あまりいい話をお届けできるわけではありませんけれども、もし少しでもご興味持っていただけましたら、高評価、チャンネル登録していただいてお待ちいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。